皆さんこんにちは。葵のジャパニーズポッドキャストへようこそ。このチャンネルは日本語学習している方へ日本語で日本の文化やありのままの日常をお届けする場所です。さて、今回は日本で働くをテーマに話していきたいと思います。働くと言ったら結構範囲が広いので、今回はお給料、労働時間、休み、この3つに絞って話していこうかなと思います。皆さん、日本人の働き方に対してどんなイメージがありますか？よく日本人は働きすぎって言われているみたいですが、私は日本以外の環境、アメリカですね。アメリカで働いてみて、本当にその通りだなと思ってます。第1回目の自己紹介の動画でも紹介したんですけど、私は看護師なんですね。学生の時にはアルバイトなんかもしてましたけど、社会人になってからは病院でしか働いたことがないので、偏った意見にならないように、ネットで国が出している調査なんかも調べてみたので紹介していきます。で、その後、私の個人的な経験も話していこうかなと思います。最初に言っておきたいことがあって、今から話すことはかなり一般的なことになるので、もちろん人によって労働環境は違います。私が今から話すことは、正社員、フルタイムで働く場合の一般的な話になるので、そこはご了承ください。では、まずはお給料についてですね。日本では毎月1回お給料が支払われます。私、月に1回っていうのが当たり前だと思ってたんですけど、アメリカだと月に2回が結構当たり前みたいです。それから日本だと月に1回のお給料に加えて年に2回ボーナスがあります。これは正社員だったらほとんどの人が受け取っているお給料ですね。ボーナスは会社の売り上げによっていくらもらえるか金額が変わります。なのでコロナが流行っていた時は多くの会社がダメージを受けてボーナス減らされた会社とか全くなしだった会社もあったみたいです。私の場合は看護師なのでコロナが流行っていた時は病院の収入が増えて逆にボーナスが増えてました。結構ね、私の周りの友達はコロナでボーナスが減ったって悲しんでいた人が多くいたので、私はボーナス増えたよって言えなかったですね。コロナにかかってしまった方とか、隔離とかしていた大変な時期だったので、医療関係者だけお給料が増えてなんか申し訳ない気持ちになってました。なので、ボーナスは会社がどのくらい収入があったかによって変わってしまうんですよね。で、会社によってどのくらいボーナスを払うのかも結構変わるみたいです。人によってはお小遣い程度の人もいれば、月のお給料の5倍もらえる人もいます。ボーナスがどのくらいもらえるかっていうのは日本人みんな気にしてると思います。で、次は日本人は1年でいくらお給料をもらえるのか。私が調べたところによると、日本の平均年収は約460万円
みたいです。これはさっき話したボーナスも含めての金額ですね。日本円だとみんなに分かりにくいかもしれないですね。アメリカドルだと約31,300ドルです。余計にややこしくなっちゃってないかな。もし興味のある人はネットで調べたらすぐに出てくると思うので、自分の国の通貨で調べてみてください。私の感想としては結構予想通りというか、周りの人の話とかも聞いているとこんなもんじゃないかなーって感じです。最近は物価が高くなってたり、円安が続いてたりと、日本人には厳しくなってきているなーって思います。実際に日本のお給料は横ばいで、物価だけが上がっているので、実質私たちが自由に使えるお金は減っています。実際に460万円から税金が引かれるので、手取りはもっと少ないです。私の意見としては、もう少しお給料を上げてくれないと、どんどんカツカツになっていくなーって思ってます。カツカツっていうのは、お金がない状態や節約しなきゃいけない時に使う単語です。何か急な出費があった時に、今月はカツカツなんだよねって言い方をします。でね、ちょっと話はずれるんですけど、日本ではお金の話をするのが良くないっていう風潮があります。これも日本文化ですかね。かなり親しい仲の友達や家族とはお金の話もすることはあります。あと、私は職場の人とは結構お金の話しますね。同じ職場の人だと、どのくらいもらっているのかはお互いに分かっているので、みんな隠さずに話している印象です。私だったら看護師なので、他の看護師にこのくらいお給料もらったって気軽に話します。でも同じ職場でも看護助手さんや医者とかは職業が違って給料も違うことは知っているので、お金の話はしないですね。で、同じ看護師でも職場が違うとお金の話はしないですね。働く場所によってお給料変わることがあるので、なんか聞きづらい雰囲気あります。あとは親しくない人だとお金の話はもうしないですね。会ったばかりの人とかだと余計にしないです。それから給料の話だけではなくて、家賃とか生活費のことについても話すことはあまりないです。もしそんなに親しくない人が家賃いくらなのって聞いてきたら、珍しいなって感じます。私は大丈夫なのですが、人によっては不快に思う人もいると思います。皆さんの国の文化はどうですか？お金の話をするのは日本みたいにタブーですかね？私は日本ではもう少しお金のことについて気軽に話せたらいいなと思います。では次は労働時間についてですね。で、日本ではフルタイムの労働時間は週に40時間ですね。なのでこれは職種とかによっても変わるんですけど、よくある働き方としては、1日に8時間を
月曜日から金曜日まで週に5日働くのが基本ですね。で、お昼休憩の1時間は含まれていないので、1日9時間は職場にいることになります。なので、朝の9時から働き始めたら、夕方の6時までって感じですね。仕事が終わる時間を定時って言います。日本では残業なしで仕事から帰ることを定時で上がるって言います。日本人からしたら定時で上がれるのは嬉しいことです。よく友達とかが SNS で定時上がりやったーみたいな投稿をしているのを見ます。私も定時で上がれたらすっごく嬉しい気持ちになりますね。だいたい毎日残業があるので、定時で上がれたらなんか得した気分になります。でね、私としては定時で上がるのが普通であってほしいんですけど、日本で働くと残業がある場合が多いですね。で、調べてみたんですけど、日本人は月に13時間残業するっていう調査がありました。だいたい1日に40分らしいですね。私は正直これを見たときに少ないって思いました。ただこれは13時間というのは全部の職種の平均なので、人それぞれで結構違ってくるのかなと思います。私が勤めていた職場では月に30から40時間は当たり前でしたね。毎日2時間は残業してましたね。逆に残業が1時間だった時はラッキーって思ってました。ちょっとやばいですよね。今まで私がした残業の中で一番長かったのが4時間半でした。朝の8時に仕事を始めて、夜の9時半まで仕事しましたね。もうね、気づいたら時計一周してるみたいな。もう本音を言うと、もうこんな職場やめてやるって思いましたね。でも日本人からしたら4時間半ってそんなに長くないと思います。ひどいところだともっと残業している人はいますね。で、これでもっと嫌なのが、日本ではサービス残業っていう文化があります。サービス残業とは、給料が支払われない状態で働くことです。もうね、自分の意思が伴ってないボランティア活動ですよね。なんでそんなことをするのかって言ったら、いろいろな事情があると思うんですけど、私の経験から話すと、雇い側に不都合だからだと思います。会社は残業代は普通の給料より多く支払わないといけないので、雇っている側は払いたくないんですよね。それに残業の時間が多いと会社の見栄えも悪いです。はい、もうね、これが日本の闇です。こういう働いている人のことを考えずに過酷な労働をさせる会社のことをブラック企業って言います。でも全部の会社がそういうわけではないです。反対に働いている人のことを大切に扱う会社のことをホワイト企業って言います。ブラックとホワイトなんで分かりやすいですよね。みんなホワイト企業に入りたいので、ホワイト企業は
人気なところが多いですね。もちろん競争率が上がるので、いい大学を出たり、いい資格を持ってたりっていうのが必要になってくる場合が多いです。これは悲しい現実なんですけど、ホワイト企業よりブラック企業の方が断然多いと思います。ホワイト企業と同じくらいいいってされてるのが公務員ですね。公務員の場合は税金で成り立っている仕事なんで、企業の収入とか気にしなくていいんですよね。ボーナスも高い場合が多いです。でも私の友達に公務員の友達がいますけど、残業はあるって言ってましたね。でもサービス残業みたいにひどい扱いを受けることは少ないみたいですね。で、次は休みについて話したいと思います。日本の会社は有給があります。有給とはお給料をもらいながら休むことができるお休みのことですね。法律によって最低何日間もらえるかは決まっています。その法律は少しややこしいんですけど、目安で1年で最低11日間で決まってるみたいです。で、会社はそれ以上の日にちを与えなければならないです。何日間与えるのかは会社によって結構違います。さっき話したブラック企業だと、法律で決められた最低限の日にちしか与えないところもありますね。で、また日本の闇なんですけど、有給がもらえたからといって使えるわけではないんですよ。これを話してみんなに日本のことを嫌いになってほしくないんですけど、私の経験を話すと、私の看護師の同僚で全部有給を使い切る人は一人もいませんでしたね。なんで使えないかっていうと、いくつか理由があって、まず一つ目は休んじゃいけない雰囲気があります。なんか多く有給を使うと、あの人が休むから自分の仕事が増えるとか、全部使うなんて周りのことを考えてない人だなって思われる雰囲気がありますね。これは仕事をシェアしている看護師だからかもしれないです。で、二つ目の理由は、風邪をひいた時のために取っておかないといけないんですよね。病気にかかった時は自分の有給を使って休まないといけない会社が多いです。なので、ある程度の日数は保っておきたいと思うんですよね。もし有給が余っていない状態で病気にかかってしまって休んだりすると、最初の方に話したボーナスが減らされる可能性がかなり高いです。いくら減らされるのかも会社によって違ってきますね。私は看護師としてアメリカの病院でも働いたことがあるんですけど、アメリカ人の看護師に日本の労働文化を話すと絶対に驚かれます。皆さんはどうに思いましたかね。日本の労働文化っていうと少し暗い内容になってしまったかなと思うんですけど、ありのままを伝えられたかなと思います。今回はお給料、労働時間、休みに絞って話したのですが、何か他に気になることがあればぜひコメントで教えてください。では皆さん最後まで聞いてくれてありがとうございました。ではまた。